黄巾の乱から3年後に幽州で発生した長順長居の乱は元族を巻き込み、北方を揺るがした。反乱は幽州だけにとどまらず、紀州、西州へと広がり、後漢王朝は北方の支配を急速に失いつつあった。その大反乱の鎮圧に活躍したのが公孫燦である。彼は石門山の戦いで反乱軍を破り、長順と元族を領域外に追いやった。続いて、幽州牧に就任した劉具は元族の懐柔に成功し、幽州の反乱は完全に平定された。しかし、右岸政策をめぐっては、懐柔派の劉具と殲滅派の公孫燦という新たな対立が生じつつあったのである。話は石門山の戦の前、長順長居の乱が拡大中だった中平4年に遡る。白陽では重臣たちが反乱への対策会議を開いていた。幽州だけでなく紀州まで危うい。このままでは北方全体を失いかね。しかし財政は限界だ。内地から大軍を派遣する余裕はない。西州から派遣した軍も敗れてしまったしな。右岸騎兵と互角に戦える兵がなかなか見つからない。ならば兵州の強度を動員しようか。彼らなら騎兵戦にも慣れている。そうすると今度は兵州が不安定になるのでは。その危険性はあるけどな。でも他に打つ手がないのも事実だな。こうして朝廷は兵州の南郷土へ出兵を命じることを決定した。平定の名で命の利を下し、兵州志士の弔意と郷土全右の強挙に幽州への派兵を命じたのである。前漢時代に強勢を誇った郷土は分裂して衰え、南郷土はすでに弱体化し、漢に服属していた。そしてこの兵州を中心とした地域に暮らしていた。郷土を動員せよか。朝廷の役立たず大臣どもめ安易な策に逃げやがって。でもいことのりだからしょうがねえな。全部に命令するか。全部は俺の言いなりだからどうにでもなるだろう。この時の郷土全右の強挙は9年前まで郷土の敬老で、当時の五郷土中老省の長州が自分と仲の悪い前任の全右を勝手に殺して擁立した人物である。そういう経緯もあって強挙は漢にべったりだった一方、郷土内部での評判は芳しくなかった。獅子経由で天子の御の曰くだった。各部族から兵を集めよ。幽州へ出陣する。承知いたしました。しかしこの命令は郷土社会に大きな衝撃を与えた。なんか俺たち都合のいいように使われてねえか。今度は幽州。次はどこへ送られる？これから先も徴兵が続くんじゃないか。漢の朝廷は弱っている。西の京、北の戦費、東のが誰も漢に従ってねえ。俺たち郷土だけがおとなしく従い続ける必要もないよな。大体今の善はもともと善になるはずじゃないのに、前の漢の将軍が勝手に立てただけのやつだ。あいつも一緒に追い払おう。よし、他の部族にも声かけして一斉放棄だ。こうして中平4年12月、兵州で郷土の大反乱が発生した。その数は10万人に達したという。周平5年正月、郷土の各部族は西賀軍へ侵攻した。敵衆、郷土の者どもが攻めてまいりました。無理だ無理だ。こんなの対抗できるわけねえだろ。兵力差はあまりにも大きく、慶喜は戦死し、西賀軍は反乱軍の手に落ちた。よし、次は獅子と全右を打ち取ってやれ。よし、いけいけ。ここまで勢いを増していたとは。千右の上に歯向かうとは不届きな。勝利、そして凶挙は相次いで討ち取られた。長順長居の乱を鎮圧するために下した朝廷の命令は、今度は兵州に新たな大反乱を引き起こしてしまったのである。兵州の事態を受け、朝廷では再び会議が開かれた。兵州がめちゃくちゃになってしまった。誰かこの兵州を立て直せる人物はいないか。敗山軍の提言はどうでしょう。誰だそれ。貴殿の親戚か。いや、我が一族ではありません。武勇に優れ、危険を恐れず敵に立ち向かう男です。騎射能では抜群ですから、郷土を鎮めるには役立つでしょう。事務処理能力はどうだ。それは期待できません。そもそも字をほとんど知らないと思います。大使や県令を務めた実績はあるのか。ありません。それでいきなり兵州志士とは無茶ではないか。まあこの異常事態だし、とりあえずそういうやつでいいんじゃないか。どうせ引き受けたがる者も他におらんだろう。仕方あるまい。提言を兵州志士に任じよう。こうして無名の武人提言が兵州志士となった。赴任した提言はまず大胆な命令を下す。この兵州で武勇に優れたやつを片っ端から集めろ。各軍権は出島を推薦しろ。命令は兵州各地へ伝えられた。それははるか北の地の果てにある五原郡区原県の草原にまで届いた。兄貴、県の役所から使者が来てる。役所だと来ましたよ。州で武勇に優れた人物を募っている。我が県ではお前を推薦することになる。
ほほう、面白い。その話、受けよう。こうして兵州各地から目利きの武人たちが集まってきた。ほほう、これはなかなか壮観だ。見るからに竜毛層のやつばかり揃ったわい。お前たち一人ずつ自己紹介してみよう。ウムチューブンから来ました長陽あざなわ合宿です。安門軍の馬勇県から来ました長領あざなわ文園ス。俺はルフ、あざなお宝泉ってんだ。五元軍九連から来た。いいな、みんなに顔つきだ。俺たちは今日から兵士の砦だ。これについてこい。早速今日から軍事訓練だ。それから郷土の徴兵命令を取り消す。わざわざよその種を助ける余裕なんてね。はこの方針転換によって郷土社会の不満は一定程度和らぎ、反乱のさらなる拡大はひとまず食い止められた。さらに帝元は殺害された京都善雨の子オフラを新たな善雨として擁立した。父の後を継ぎ部族をまとめてみせます。ほい、新しい志士が前の善雨の息子を立てたらしいぞ。天使の許可もないのに、そんなのに従えるか。そもそも前の善雨も天使の許可もなかったよな。もう俺たちで善雨を立てて、前の善雨の息子なんて追放しちまおう。こうして郷土の各部族は帝元が建てたオフラに従わず、別の善雨を擁立した。困りました。私は新しい善雨と認めてもらえないみたいです。お前自分で朝廷を赴き正当な善雨であることを訴えてきたらどうだ。志士から朝廷に行ってくださらないんですか。いや、どれなりよりお前が直接行った方が話が早いだろう。おう、わかりましたよ。どれどれ軍事演習の様子を見に行こうか。おう、今日も精が出ているな。うわっ、昴生、お前の弓矢の技術は一体何なんだ。あの距離まで正確に強い弓を引けるやつなんてこれまで見たことないぞ。おう、生まれた時から弓矢の俺のおもちゃだったので。この後もルフ、長領、長陽らは兵州で目覚ましい働きを見せた。平元は長領を従事、長陽を武毛従事に任命し、軍務の処理を補佐させた。昴生、お前は俺の守護にしてやる。守護、何ですかそれ。この人に州の事務の責任者なんてできるわけないでしょう。いいんだいいんだ。昴生は上の宝だからな。字も読めないし、報告しても意味が理解できない。絶対無理だって分かってるじゃないですか。いつもは下の人間がやればいいだろう。このように帝元は部下の中でもルフを特別に可愛がったのである。各地で反乱が続発する中、紀州でも新たな山賊集団が誕生しようとしていた。ここは黄金の長閣の本拠地で、戦乱によって民衆の生活は逼迫していた。乱世で黙って飢え死にするくらいなら、俺たちの力で生き抜くぞ。諸燕は若者たちを率いて三択地帯を根城とし、各地を襲撃した。勢力は急速に拡大し、新帝へ戻った時には1万人を超えていた。その頃、白領では超牛角もまた兵を集め、自ら将兵十字と称していた。2つの軍勢は合流し、さらに大きな勢力となった。諸燕か、面白い男だ。共に力を合わせようではないか。望むところです。では超牛角とのあなたが頭目になってください。任せてもらおう。2人は英東への攻撃を開始した。攻め込め。城門を破れ。しかし激戦の最中、一筋の矢が超牛角を貫いた。指揮を悟った超牛角は部下たちを呼び寄せる。よく聞け。必ず諸燕を頭目にせよ。あの男なら皆を導ける。超牛角はその言葉を残して息を引き取った。これより諸燕殿を頭目とする。超牛角様の意志だ。よし、これが超牛角殿の志を受け継ぐ。今日から俺は長燕と名乗る。長燕は身のこなしが人並み外れて素早かった。まるでツバメが飛ぶようだ。飛燕だ。それ以来、軍中では飛燕と呼ばれるようになった。長燕の名声は河北中へ広まっていく。三国に潜む族徒たちは次々と長燕の元へ集結した。今日から我らは長燕殿に従います。共に戦いましょう。こうして無数の山賊集団が一つにまとまった。彼らは国産を本拠としたため、人々は国産族と呼んだ。朝廷は何度も討伐軍を送ったが、険しい山岳地帯を利用する長燕軍を捕らえることはできなかった。氷州、慶州、幽州、平州、そして今度は紀州か。もう四方八方がボロボロだな。法追討軍を送る余裕なんてどこにもないですよ。そうだな。とはいえ紀州は重要だからな。どうしたもんか。征伐できないんだったら官位を与えて懐柔してみようか。そうですね。それで侵略を食い止められるのであれば仕方ないでしょうか。こうして長燕は政府に降伏するのと引き換えに平南中郎将の官位を授けられた。国山族は存続したまま朝廷の官職を得るという五冠松ならではの異例の存在となった。そしてこの勢力は
やがて炎章ら家屋の覇権を争う英雄たちを悩ませる存在となっていくのである。赤マロです。ついに三国志最強武将と言われることも多い呂布が登場しました。兵州の中でも王院の出身地の大元軍などは春秋時代の秦の時代から栄えた地域ですが、長領は元門軍、長陽は雲中軍と兵州の中でも辺境地帯で、基本的に名士が出ない地域です。呂布の出身である五元軍に至っては、漢の実効支配が及んでいたかどうかも極めて怪しい地域であり、私は呂布の地には異民族の血が相当程度混じっていたのではないかと推測しています。彼がたびたび人を裏切り、また中原の人々に最後まで受け入れられなかったのも、彼が持って生まれた価値観がそもそも中原の人々と大きく異なっていたからかもしれません。この動画ではこの仮説に基づき、呂布を中華文明のアウトサイダーとして描いていこうと思います。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。